こんにちは、みゆです。今日は韓国ソウルに行ってきます。ということで今成田空港にいるんですが、今回使う航空会社がエアプレミアっていう航空会社のもので、いつも私が乗っている LCC 格安航空のものとフルサービスの航空会社の間に位置するものです。だから預け荷物が無料だったり、あと韓国行きの飛行機の中では軽食なんかパンとか飲み物が出てくるみたいです。なので今回の動画ではこのエアプレミアのレビューと韓国ソウルでの入国方法、そしてこのインチョン国際空港からソウルの行き方を説明しようと思います。では早速この後ろにあるチェックインカウンターからチェックインしていきます。チェックインしてきました。でチェックインカウンターが飛行機の2時間前に開くんですけど、私はちょうどその時間に着いて、その時は若干混んでたので大体15分くらいかかりました。で今がその後30分くらいだったんですけど、結構空いてきているので2時間前ちょうどに来なくてもいいかなっていう感じはしています。でちなみにこのエアプレミアはオンラインでチェックインができるんですけど、私はエアプレミアのサイトから買わなかったからか、なぜかオンラインチェックインしたんですけどチケットが届かなくって結局カウンターに来ることになりました。ただどうせ荷物せっかく無料なんで預けたかったんでカウンターには寄ったんで、あんまり気にならないかなと個人的には思ってる感じです。でチェックインではパスポート見せて予約番号を伝えて、あとは韓国からいつ戻ってくるかを聞かれました。であとはこの機内に持ち込むちっちゃいカバンのタグをつけてもらって、で搭乗券もらってっていう感じです。でこれから保安検査の方に向かって飛行機に乗っていきます。
韓国ソウルに着きました。で飛行機降りたらすぐイミグレーションがあって、もうイミグレーションも取ってきました。でイミグレーションは、パスポートと機内で配られた黄色い紙を渡して、あと指紋取って顔の写真撮って、すぐ何の会話もすることなくスッと通れました。でただこのイミグレーションがもうめちゃくちゃ並んでて、1時間くらい並ぶって聞いてたんですけど、やっぱり1時間くらいかかって、私は1時間5分とか10分かなかかりました。でもう荷物も受け取って、後ろのベルトコンベヤーから荷物は下ろしてあって、エアプレミアの係員の方が待ってたんですけど、その方に荷物を預けた時にチケットの裏に貼ってもらったシールの番号を見せて、荷物と引き換えっていう感じでした。でエアプレミアが LCC じゃなくって、もうちょっとサービスがついてるキャリアになるので、機内の様子どんな感じかなって思ったんですけど、まず機内食は2時間なんで、機内食っていうよりはクッキーが1つあっただけなんで、移動時間を利用してご飯食べたいよっていう方は事前に保安検査場を通った後に飛行機乗る前に買っておいた方がいいかなって思います。で充電するところはあったんで、充電が USB ポートでできるようになってます。であと映画とかはあったんですけど、ハングルの映画ばっかりだったので、日本のとか海外のとか見たい方いたら、自分に Netflix でダウンロードするとか、そういう風に準備しておいた方がいいかなって思います。2時間だけなんでね、そんなになくてもいいかなっていう感じもするんですけど、で私は今日天気が良かったのでずっと窓の外を見てたんですけど、日本の長野とかの山原と、あとは鳥取とか島根とかがすごいビーチが上から見えて、ずっと下を眺めてました。で飛行機の場所とかも画面で見ることができたんですけど、もしかしたら左側の窓側の座席に座った方が島根とか鳥取のビーチとか見えるかなって思います。じゃあこれから外に出てソウルに向かっていきます。でソウルまでの向かい方で公共交通機関が3種類あります。1つ目がリムジンバス。これが、日本円でだいたい1700円とか1800円とかそんな感じかな。荷物を下に預けることができて、まっすぐ行けるので、これが一番楽な方法かなって思います。であとは鉄道が2種類ですね。で早い方、これが、だいたい日本円で1000円くらい、現地で買うと1000円くらいです。なんかウェブサイトいろんなところで買うと800円くらいになるみたいです。最後に普通の電車、私はこれに乗るんですけど、これが早い電車の15分くらいちょっと多めにかかるよっていう電車なんですけど、500円で一番安く行くことができるので、私は今回これを使っていこうと思います。で皆さん海外に来た時に空港でまずやることがいろいろあると思うんですけど、まずは現金を手に入れることで、これ私いつも ATM でキャッシングをしてて、で今回韓国に来た時もキャッシングをしようとしたんですけど、 ATM のマシンが3つ中2個使えなくって3個目でやっと現金が出てきたのでちょっとビビりました。2個目の後とかはでも出てきてくれたんでよかったです。であとは SIM カードとか Wi-Fi とかを空港で受け取ったり買ったりする方もいるかなって思うんですけど、空港を出たらすぐたくさん売り場があったんで、そこで買えるんじゃないかと思います。私は今回楽天の海外ローミングが1ヶ月に 2GB まで普通に日本国内と同じように使えるので、私はそれを使ってます。で最後にソウルで鉄道に乗るのに T マニーっていうカード、スイカみたいなカードが必要なので、今これから買っていこうと思います。
さてこれからソウル市内に向かって早速観光を始めるので、今回の動画はこれで以上にします。これから早速韓国料理を食べに行くので、よかったら次の動画も見てみてください。で、今日の動画楽しかったよ、参考になったよって方はぜひいいねやコメントで教えてくれたらすごく嬉しいです。チャンネル登録待ってます。じゃあこの辺でバイバイ。